皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語でポッドキャストをお届けしていきます。はい、皆さんお元気ですか？皆さんは日本に来たことがありますか？日本に来たことがある人はもしかすると日本ってゴミ箱が少ないなって思ったことがあるかもしれないですね。日本の街を歩いていると、ゴミ箱ってなかなか見当たらないんですよ。私もね、今パッと考えた時に、どこだったら絶対にゴミ箱があるなっていうのはすぐに思い浮かばないですね。うん。でも海外に行くと結構街中に当たり前にゴミ箱ってありますよね。結構ありますよね。海外って言ってもちょっといろんな国があるので、どこでもっていうことは言えないんですけど、皆さんの国ではどうでしょうか？ゴミ箱がいろんなところにありますか？そういう国から来た人は多分、日本でゴミ箱が少ないことをすごく不便だと思ったと思います。どうでしょうか？今回は、なぜ日本では街中にゴミ箱が少ないのか、日本人はゴミをどうしているのか、そういうお話をしていきたいと思います。はい。まず、日本の街にゴミ箱が少ない理由。これ、一番の大きな理由って言われているのは、過去にあった事件です。はい。1995年に起きた地下鉄サリン事件っていう、この事件が原因でゴミ箱が少なくなったっていうふうに言われています。この地下鉄サリン事件っていうのは、とあるね、宗教団体のメンバーが、東京の地下鉄の電車の中とか駅の中で、サリンっていう猛毒のガスを撒いた事件ですね。これは本当に当時日本で衝撃がね、走ったとても悲しい事件と言われています。この事件では13人もの方が亡くなって、6000人以上の人が怪我をしています。これはテロですね。はい。宗教団体によるテロの事件の一つです。この事件ね、詳しくはもし興味があれば調べてほしいんですけど、この事件では、不審物ですね。不審物の中に猛毒ガスが出てくる、液体が入っていて、で、最初は普通の水とか、なんかそういうものだと思って、駅のね、人たちが普通に片付けようとしたらしいです。でも実はそれが猛毒ガスで、たくさんの人に被害を出してしまったと。はい。そういう事件で、なんか直接ゴミ箱がどうっていう話じゃなかったみたいなんですが、その事件をきっかけにゴミ箱は危険なものを隠しやすい場所とされて、特にね、地下鉄会社を中心に街中からゴミ箱をなくしたっていうのが大きなきっかけの一つみたいですね。そうやって街中からゴミ箱が撤去されました。なくなりました。ただね、その後にちょっとだけゴミ箱はね、街に復活したんですよね。うん。復活したんですけど、その後にね、また電車での爆破事件が海外で起きてるんですね。2004年にスペインのマドリード、2005年にイギリスのロンドン、こういう大都市で列車の爆破事件が発生していて、そういうのがきっかけでまた地下鉄からゴミ箱が消えていくという、はい、そういう背景があります。そういう理由があります。だから、なんで日本ではゴミ箱が少ないんだろう、不便だなって思うかもしれないんですけど、これは安全面、人を危険から守るためっていうその理由があるってことは理解しておいてもらえるといいかなと思います。はい。じゃあね、
日本人は街にゴミ箱がなくて、ゴミをどうしてるんだろうって思いますよね。皆さん、日本の街を歩いていて、道端にゴミってたくさん落ちてましたか？私結構これは海外で不思議に思うんですけど、そこら中にゴミ箱があるのに、道端にゴミがたくさん落ちてるんですよね。なんでって思いますね。ゴミ箱がこんなにあるのに、どうしてゴミをゴミ箱に捨てられないんだろうって、すごく思ったことがあります。はい。どこの国とは言いませんが。日本では、街にもよると思うんですが、ゴミ箱がないのに、あんまり道にゴミって落ちてないと思います。日本人は基本的にゴミを家に持ち帰ります。街で捨てようって考えないんですね。例えばコンビニで買ったものだったら、コンビニのゴミ箱に捨てられることがあります。で、コンビニで買ってないゴミはコンビニに捨てちゃいけないので、それはやっぱり持って帰るっていうのが基本的にはマナーです。だからゴミを入れられるようにゴミ専用の袋を持ち歩いている人もいます。でね、あとは日本人は街にゴミ箱がないって知ってますね。だから、なるべくゴミが出ないように生活をしています。これを食べたり飲んだりしたらゴミになるなって考えて、そうならないように食べない、飲まない、あるいは捨てられる場所で食べる、飲む。そういうふうにしていますね。コーヒーとかもね、カフェの店内で飲むっていう人が多いと思います。あるいはテイクアウトしても飲み終わったらお店に戻ってきて、そのお店で捨てるっていう風にしている日本人が多いと思います。もちろんそのお店の外で出てきたゴミは一緒に捨てちゃいけないんですけど、もうこの辺はマナーですね。マナー。日本の文化ってそもそも自分が出したゴミは自分で持ち帰りましょうっていう文化なんですね。例えば、桜の時期のお花見ってありますよね。お花を見ながら食べ物とか飲み物を楽しむっていうのが日本の文化です。そういう時ってやっぱりゴミが出ますね。で、そのゴミも家に持ち帰るんですよ。もちろん。その場にね、置いていったりとかは絶対にしちゃいけません。自分のゴミは外で捨てない。持って帰って捨てる。これが当たり前のマナーだって日本人は思ってるんですね。だから、外にゴミ箱が少なくっても困らないって感じている日本人が多いと思います。私も普段はそんなにね、ゴミ箱がないことに困ってないですね。ゴミが出ないように生活してるし、ゴミをきれいに持ち帰ろうっていう工夫とかもしたりしますね。それがやっぱり日本人なんじゃないかなと思います。ただね、最近はね、インバウンド、海外の人が日本に来る、そういう影響で街にゴミが溢れ返っているのを見ることが増えました、正直。この話を外国人の皆さんに言うべきか悩むんですけど、正直私は日本人としてすごく悲しいなって思っていることの一つです。海外の人はやっぱりゴミ箱がないから、道にゴミを捨てていってしまったりするみたいですね。うん、例えば渋谷みたいな外国の観光客が多い街は本当にゴミが道端に落ちているのが目立ちますね。10年前とかまではそんなに目立たなかったんですよね。渋谷でもそんなに汚い街じゃなかったんですけど、最近はね、やっぱり外国の観光客が増えて、日本が変わってしまって悲しいなぁと、ちょっとね、思うところがあります。皆さんはぜひね、不便と思うこともあると思うんですけど、道端にゴミを捨てるなんてことをしないようにお願いしたいなと思います。はい。皆さんはね、日本語を真面目に勉強しているような人なので、きっと日本の文化とかも尊重してくれるんだろうなって私は信じています。ということで、今回は
日本のゴミ箱事情についてお話をしました。こういう動画が面白いなと思ってくれた人は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録とコメントで教えてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。